皆さんこんにちは。今回は北欧好きの方必見、北欧旅行の困りポイントや素敵な名所、ストックホルムの歩き方を一本にギュッと詰め込んだので、一緒に旅行している気分でぜひ最後までご覧ください。皆さんおはようございます。この日は一人旅3日目の朝、スウェーデンのおじいちゃんおばあちゃんのお家からストックホルムへ向かう前に、みんなで一緒に朝ごはん。おばあちゃんが焼いてくれた美味しい手作りのパンに、お庭で採れたルバーブのジャム、特製ブルーベリーヨーグルトとグラノーラもとっても美味しかったです。家族に会いたいという前半の一人旅のパートは終わり、エリーにヘイドーを言ったら、おじいちゃんとおばあちゃんがわざわざ駅まで送ってくれました。そして到着したのはヴェステロース中央駅。スウェーデンの電車は遅れることもかなり多いので、この電光掲示板を見に来たんですが、この日は問題なく運転されているようだったので、おばあちゃんとここでさようなら。スウェーデンの電車の駅はだいたいこんな感じになっていて、駅に改札があるわけではないので、誰でもこうやってプラットフォームに降り立つことができます。そしてここからストックホルムまでの距離はちょうど100キロ。日本の地名で言うと東京駅から静岡の熱海くらいの距離。そもそも止まる駅が少ないのもあると思うんですが、100キロの距離を56分しかかからないので、車やバスよりも断然早く、しかも環境にも優しく移動することができます。今からストックホルムに向かいます。スウェーデンでは電車の中にトイレがあることがほとんどなんですが、30分くらい私は早く着いていたので、駅のトイレを使うことに。そしてスウェーデンのトイレの特徴といえば、そう、お金がかかるんです。場所によって値段も変わるんですが、カードでしか払えないことが多くて、だいたい10クローナ130円ぐらいのことが多いかなと思います。で、閉めるときはですね、スウェーデンのはこうやって上げる、そしたら鍵が閉まります。チケットはその場で駅で買うこともできるんですが、オンラインなどで事前に買うこともおすすめしています。というのも、スウェーデンの電車では今でもほぼ 100% 係の人が来てチケットをチェックするんですが、チェックされた時にチケットがなかった場合、その場で1万5000円から2万円ぐらいの厳しい罰金が課せられてしまいます。そのこともあって、私はなくすのが怖いので、アプリとかネットで買って、それを E メールでチケットを送ってもらったものを見せるようにしています。そしてこれもスウェーデンあるあるなんですが、日本の電車みたいにどこに電車が止まるかっていうのがよくわからない状態でみんな並んでいるので、運次第では自分が最後に乗車することになって席が見つからないということもあるんです。私は自由席のチケットを2000円で購入したんですが、それが心配な方は指定席を3000円ぐらいで買うこともできます。東京駅から熱海までの距離で2000円って考えると、安いですか？高いですか？皆さんの感想をぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。1時間足らずでストックホルムに到着です。このストックホルム中央駅は、スウェーデンに遊びに来る人であれば必ず一度は利用するだろうという駅で、普通電車に空港行きの特急列車、私たちがいつも利用する夜行列車に乗ることができる合計17個のプラットフォームと、ストックホルムのメトロにも3路線つながっていて、池袋駅や砂川駅並みの複雑な駅になっています。スーツケースなど大きいものだと1日1200円ぐらいかかってしまうんですが、石畳や狭い路地が多いストックホルムでは、いかに少ない荷物で楽しく観光するかが重要だと思うので、このストックホルム中央駅構内の大きくて綺麗なロッカールームがおすすめです。
その反対側にトイレがあります。このトイレはお金かかるトイレだと思うんですが、とても綺麗でおすすめです。最初にこのトイレを利用した時、すごく驚いたんですが、係の人が入り口の前に立っていて、その人にカードで支払いをするっていう感じになります。ストックホルムに旅行するといつもトイレ事情に悩まされるというのがあるので、できるだけ今回トイレのことをいろいろ皆さんにお伝えしたいんですが、このトイレはちなみに男女一緒に入るっていう感じです。もちろん入り口のところで女子トイレ、男子トイレと分かれているところもあるんですが、スウェーデンの学校でも男女分かれていないトイレの方が多いみたいです。ほとんどのカフェでトイレは使えるんですが、よくあるのがトイレの暗証番号がレシートのところに書かれているパターンがあるので、何か買わないと使えないっていうところが結構多いんです。私が今いるのは地上1階。なんだろうこれ、かわいい。ここで待ち合わせしたりしますね、よく。で、奥の方がね、マクドナルドがあるんですけど、そこでよく結構時間を潰したりしています。この中央駅には至る所に係の人が立っていたり、こういったインフォメーションセンターがあるので、いろいろ質問をすることができます。インフォメーションセンターに来ると、ストックホルムのマップとかも手に入れることができるのでおすすめです。英語とスウェーデン語どっちもありますね。2023年版。これも全部無料なので好きなやつ持って行って大丈夫です。で、あとミュージアムいろいろあるので、アトラクションとミュージアムだけで100個ぐらいあるらしいので、行きたいところを、ネットで探すのも大丈夫ですし、こうやってここら辺でおすすめのものを見つけるのもいいかもしれないです。今重いリュックをホステルのところに置かせてもらって身軽になりました。これからちょっと観光したいなと考えています。水がすごい。あれがお城で、国会がここにあって橋でつながっていますね。なのでこの橋を渡ればガムラスタンということになるのかなと思います。グレータさんが多分ここら辺でデモンストレーションしていた場所だと思います。こんな国会のね真ん中をね普通に人が歩いてるの面白いなと思います。日本の国会もね実は見学にヨハンと行ったことあるんですが、もっとなんか厳かな感じで人が全然いなかったんですが、ここは観光地として国会みたいな感じが面白いなと思います。まっすぐ行くとね、後ろがガムラスタンなのでまっすぐ行きたいと思います。魔女の宅急便のモデルになったと言われるこのガムラスタンは、中世ヨーロッパの街並みが残る美しい場所。ストックホルム観光には絶対欠かせないスポットになっていて、可愛いお土産屋さんが何十軒も立ち並んでいるので、それを見るだけでも楽しいかなと思います。路地や小道を抜けると、こういった開けた広場が見えてきます。そしてそこに立っているのがノーベル博物館。この博物館の中にはカフェがあって、晩餐会で出されるデザートのアイスをいただけたり、お土産として大人気なメダルチョコも買うことができます。ノーベル博物館の目の前にいます。ここは広場なんですが、もういろんなところに小さい道があって、どこを歩いてもなんかすごくおしゃれで楽しいです。ということで引き続き歩きたいと思います。前ここガラガラで来たことあるんですけど、めちゃくちゃ大変でした。もうねボコボコだし、そうまっすぐ歩けないみたいなね。絶対ヒールとかもねはまっちゃうのでおすすめじゃないですね。高さ30メートルのモニュメントの横に立っているのが、7階建ての建物に600室以上のお部屋があるストックホルム宮殿。
私も4年前に入ったことがあるんですが、王室の方々が実際に使っている寝室や応接間、お食事されている場所など、もう豪華すぎて見ているだけで感動してしまいました。そして今回ラッキーなことに衛兵交代式が始まるちょっと前に到着することができたので、私も初めて見学させてもらうことにしました。日本のゴールデンウィーク頃にストックホルムでは桜が咲くという噂を聞きつけ、ストックホルムを4年ぶりに観光しているわけですが、これから向かう有名な桜の名所の前に満開の木蓮の木を発見しました。ストックホルムの街の中心にある5つ星のグランドホテルの目の前をたまたま歩いたんですが、何かのイベントがあるのか、お馬さんたちがこんな感じでかっこよく整列していました。今回はこれ乗らないんですが、このボートに乗って旅行したことがあって、すごく楽しかったです。ストックホルムの街並みを水の上から見るのもすごくね、下から見る感じが面白かったので、皆さんもし時間がある方がいたらぜひ挑戦してみてください。ストックホルムの街を歩いていると、こういった面白いデザインがされている水上タクシーに出会ったり、こういったバスも走っていて、私が乗らなくてもなんか観光しているみたいな気持ちになって楽しくなりました。そしてついに桜の名所王立公園に到着です。人が集まってる。お太鼓ある。何が行われるの？あ、咲いてる。めちゃくちゃ咲いてた。かわいい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 。咲いてんじゃん桜。着きました。桜咲いてました。ちょっとびっくりしちゃった。なんか桜咲いてないって話だったのに、昨日すごく暖かかったから多分きっと咲いたんだと思う。ということで無事に桜に会うことができました。イエーイ。ストックホルムの目的1達成です。この公園のすぐ横にはスウェーデンのスウェーデンのユニクロ1号店、ストックホルムの店舗があります。実はこの日、桜祭りというお祭りが開催されていて、数百人規模の日本人の方がそこにいたことや、四方八方から日本語が飛び交っているのが新鮮すぎて、そういうのが久々だったのでそわそわしてしまいました。そしてイベント会場には食べ物のブースもあって、ここはすごく人気だったので1時間以上確か並んでいろいろ迷ったんですが、この中で一番高かったお弁当、幕の内弁当を注文。多いお茶と合わせると確か2500円ぐらいだったかな。でも味は本当に最高で、懐かしいと思いながらもうバクバク食べてしまいました。そしてここからはストックホルム観光を再開。スウェーデンのストックホルムで皆さんに行ってほしいあの場所や変わった電車の乗り方もご紹介します。さっきご紹介したユニクロ1号店や、その反対側にはストックホルム現地の人がおすすめするデパートもあります。そしてしばらく歩いていると IKEA のロゴを発見ということで、早速中へ入ってみます。 IKEA はこのモールの一番奥にあるということで、私たちは歩いているんですが、もうどのお店を見てもすっごいおしゃれだなと思いながら、わー、ストックホルムさすがだなと感心してしまいました。そして目的地が見えてきました。最近ショッピングセンター内にできた IKEA シティと呼ばれる店舗で、
売り場面積が8000平方メートルあるそうなので、普通の店舗よりは小さいんですが、街の中心地にあってアクセスも最高なので、本当に気軽に来やすいなと思います。すごい。シティにある IKEA って感じでかわいい。IKEA の最新の店舗では多いかもしれないんですが、ここはほとんどセルフレジになっていました。IKEA のおすすめポイントといえば IKEA のレストラン。旅行中ってやっぱり外食費が高くなってしまうので、スウェーデン料理も食べられる上にお手頃なので、ランチかディナーのどちらかをここで済ませるのもありかなと思います。前私が来た時にはなかった AM ストアというアジアンストアがあるということで、実際に中に入ってみます。韓国海苔でもこんなたくさんあるんだ。わ、すごい。日本食も根強いブームが続いているんですが、スウェーデンでは最近韓国料理もかなり流行っているので、絶対北スウェーデンでは手に入らないようないろいろな食材が揃っていて、本当に羨ましくなりました。すごい、めちゃくちゃいろいろ日本食あって買えないのが残念っていうね。すごい、ストックホルム住みたい。一人旅の動画を1日目から見てくださった方は、出発前に少しだけ荷物の紹介をしたんですが、私は今回リュック一つで来ているので何も買えなかったんですが、でも次はスーツケースを持ってここに買い出しに行きたいなと思いました。ここまで見てくださった皆さんに、私がこの旅行で結構一番驚いた地下鉄の乗り方っていうのをお届けしたいと思います。前々回にバスは現金が使えないのでカードで支払うことができるよって説明したんですが、地下鉄でも同じで、こんな感じでただカードをピッとするだけで改札が開くようになっているんです。私は初めての体験だったのでつい興奮してしまいました。そしてこの日はアニカちゃんのご厚意で桜祭りの後、私も夜ご飯に参加させてもらったんですが、美味しいご飯と美味しいビールを飲みながらストックホルムの暮らしについていろいろ聞けたのですごく楽しかったです。実は2階のゲストルームの DIY が無事に終わり、その動画もそろそろ編集をしたいなと思っているので、ストックホルム旅とその DIY の動画、いろいろ新しいのが出てくるかなと思います。ぜひチャンネル登録をして次週の動画お待ちいただけると嬉しいです。ベスティスメンバーになってくださった Perfume3911 さんも本当にありがとうございます。ヘイドー。